今回は野生のクジラの生動画。朝5時半に起床。ダイビングの機材はもう使わないので、昨日のうちにベランダに干してあります。6時15分に現地ショップの武蔵さんが迎えに来てくれました。忘れ物大丈夫ですかね。大根は特にいらないですね。はい、じゃあ行きましょう。朝ごはん食べる人、今食べるの？ここで朝食はホテルでお弁当にしてもらいます。朝食出しに来てくださいって言っても、まあ値段安くなるわけじゃないんで。沖縄最大のヨットハーバー宜野湾マリーナにやってきました。ここからね、船でホエールスイムにこれから出発します。朝7時ぐらいなんですけど、かなり寒いです。下はねウエットスーツにフードベストを着てます。その上にさらに、ボートコートを着てます。それでは出発したいと思います。今回お世話になるステラ号。基本的にこのホエールスイムは、ホエールスイムと言ってるんですけど泳ぎません。ホエール漂うって感じです。なので、基本的には泳がない方向でやっていきたいと思います。できるだけクジラにストレスを与えないように、観察しようということでやっています。出港して間もない8時20分頃、早速クジラを発見。船はクジラの進行方向に回り込みます。クジラが来そうなところの水面で待機。僕の動画を見ていただいている方はすでにご存知のように、人間を敵だと思っていない海の生物は人に気づいても逃げたりはしません。うまくすればクジラの方から来てくれるわけです。今回はクジラが進行方向を変えてしまったため、クジラを見ることはできませんでした。虚しく船に戻ります。別のクジラを求めて船を走らせますが、なかなか条件のいいクジラに出会うことができません。クジラはいましたが、他の船も狙っているようです。チャレンジしてみたものの、今回も見ることはできませんでした。また別のクジラを探して移動します。こんなことを何度も繰り返します。11時半頃ですが、ひたすらクジラを発見しては逃げられるということを繰り返しています。お昼を過ぎた頃、またクジラを発見。親子連れのようです。さらに他にもいるようですね。
いつでも飛び込めるように待機します。船はそーっとクジラを驚かさないように進行方向に回り込みます。見えました。親子です。このチャンスを逃さず続けざまに海に飛び込みます。クジラと僕たちの距離はこのくらい。このツアーの主催者、おなじみのカッシーさん。残念ながら今回は出番がありません。巨大なクジラが真下を潜っていきました。午後3時も近くなり、本日のホエールスイムは終了です。ウェットセーター持って帰ってきた。洗って明日また。沖縄ホエールスイム1日目のねホエールスイムから帰ってきたところです。もう初日っていうかまあ明日もあるんですけど、1日目からね、クジラに出会えてしまいました。まあでもあんまり近寄って撮ることもできなかったですしね、ナショジオ級映像ってわけにはいかなかったので、明日もう一回、もっとね、迫った、近くでね撮れたら撮りたいなと明日に期待しています。そううまくいくもんでもないんですよ。で今日も、知床に引き続きねすごく天気に恵まれて、波もねあそこはちょうど沖縄本島と慶良間諸島の間なんですよね。であそこはいつもすごく風が吹いててね波が荒いんですよ。でまあ今日もそれなりに荒かったですけど、それでも天気が良くてあんまり風も強くなかったのでまあすごく恵まれましたね。でクジラもちゃんといて、一応クジラに会えました。なんかあらちゃん役には立たないかもしれないけどいつもついてます。なんか出会い系は外さないですね、海の生物とはね。ホテルの窓からの景色です。目の前には紅芋タルトで有名なお菓子御殿本店が。今夜は沖縄らしいものを食べさせてくれる店に行こうということになりました。ジーマミー豆腐ですね。ジーマミー豆腐は沖縄の定番です。もう必ず食べますね。これがなんだっけ、スーチカー、豚の肉ですね。スーチカーを食べてみたいと思います。こういうものですね。豚バラ肉をどうしてあるの？
塩漬け。塩漬けね、豚バラ肉の塩漬けを焼いたものです。油はね、しつこくなって美味しい。島らっきょうです。これは島らっきょうの天ぷらです。もずく天です。そしてお決まりの平屋アーチ。こうして沖縄ホエールスイムツアー2日目が更けていきます。今日も宜野湾マリーナにやってきました。ホエールスイムの2日目に挑戦いたします。沖縄ホエールスイムツアー最終日もクジラ三昧。